大阪・関西万博パビリオン予約のコツ、注意点をまとめました。この動画を見る前にチャンネル登録、いいねをぜひお願いいたします。この動画ではこのような内容を解説していきます。まず、人気のパビリオン、ショーなどのイベントは予約制となっています。予約せずに体験できるパビリオンも多いですし、予約不要のショーもあります。パビリオンを予約する前に、まずチケットを購入して、入場日、入場ゲートを決めましょう。パビリオンの予約は、予約した来場日の開催イベント、空いているパビリオンを予約することができます。パビリオン、イベントの予約は最大3枠まで可能です。当日は予約したパビリオン、イベントの時間を過ぎると次の予約が可能になります。つまり当日は体験予約を繰り返せば予約が必要なパビリオン、イベントを体験できます。ただし空きがある場合のみです。事前抽選のルールとコツを紹介します。この画像はまず何もしていない状態から万博 ID の登録、チケットの購入、来場日時の予約、パビリオンの予約、当日という流れで説明されています。この動画で主に紹介したいのはこちらの部分です。まず来場日時の予約は6ヶ月前からできます。朝9時台、10時台は人気の日程はいっぱいになって予約できなくなることが多いので、日にちを決めたら早めに予約しておきましょう。日にちをもし決めても3回までは日程変更することが可能です。パビリオンの予約ですが、まず抽選の1回目は来場日の3ヶ月前から2ヶ月前の前日までが申し込み期間になっています。申し込みした内容の当落がわかるのが2ヶ月前です。このため、名称が2ヶ月前抽選と表現されています。2回目は来場日の1ヶ月前から8日前までが受付期間です。当選結果が発表されるのは7日前です。そのため7日前抽選と表現されています。3回目は来場3日前から前日。こちらは抽選ではなく先着の予約になっています。なお、この前日というのはくせ者で、前日の朝9時が締め切りになっています。そして当日。当日は1枠消化すると新たな枠を1枠登録できます。ただし当日予約が可能なのは常に1枠まで。3つすべて使って3つ保有するということはできないようです。これは結構勘違いしている人がいたのですが、パビリオンの事前予約は3回申し込みするタイミングがあり、第1希望から第5希望まで申し込むことができるのですが、1回の申し込みで当選するのは1つだけです。5個応募しても1個しか当たりません。また、5個すべてが落選する全落ちという可能性もあります。これは大切なことなのでもう一度解説しますが、1回目の抽選は2ヶ月前抽選と書かれていますが、締め切りは2ヶ月前の前日23時59分です。2回目の7日前抽選は、受付は1ヶ月前から始まって、締め切りは8日前の23時59分です。先着順の申し込みは3日前から前日の朝9時まで受付しています。抽選は第5希望まで出せますが、当たるのは1枠のみ。また、外れた場合でも、その枠は次の抽選に繰り越せるわけではありません。当日予約には使えますが、事前の予約には使えないので、第1回目の抽選から当てておきたいです。当日の予約も可能ですが、いくつか条件があります。まず、大阪・関西万博の入場が必要で、入場してから10分経過しないと予約ができません。当日の予約は1枠のみ。当日予約した1枠を利用しないと、次の当日予約ができません。では、当日の予約可能なタイミングというのが、パビリオンで QR コードを読み取る受付したタイミングで次のパビリオンを選択してみましょう。予約のステップですが、パビリオンの一覧を表示したり、キーワードで検索し、目的のパビリオンを選んだら、時間を選びましょう。なお、体験型のパビリオンだと、細かく体験時間が分かれていて、連続で選びたくなりますが、1時間以内に別の時間設定があるパビリオン、イベントが代案として選ばれる場合があるので、時間を空けて予約した方がお得です。ここで注意点です。
選択する時間は2パターンあり、パビリオンによって異なるので、連続した時間を選ぶ場合は注意が必要です。パターン1は、選択する時間は体験時間です。受付は体験時間よりも早いのでご注意ください。パターン2は、選択する時間は受付時間です。体験する時間は受付した後になります。パビリオンによっては、一般枠と車椅子枠の選択肢があります。間違って選ばないように気をつけましょう。先ほども少し言いましたが、外れた場合でも別の時間が空いていれば当選することがあります。1時間以内の別の時間が空いていれば当選するようです。当選確率を上げるには2時間の間隔を空けて申し込みするといいですね。ただ、申し込み時間が1時間ちょっきりにはちょっとならないかもしれません。例えば、10時に申し込みをすると9時から11時の枠で当選する可能性があります。10時、12時、14時、16時、18時で申し込みをすると9時から19時のいずれかで当選する可能性があります。パビリオン予約でかなり気をつけないとうっかりしてしまいそうなのが、家族、友人と行く場合です。この場合、抽選申し込み画面ではまとめて予約を選ぶ必要があります。これを忘れて一人一人予約をしてしまうと当選結果がバラバラになる可能性が高いです。必ず一緒にまとめて予約をしましょう。まとめて予約をするためにはチケット ID が必要なので、友人にあらかじめチケット ID を聞いておく必要があります。パビリオンイベント予約抽選当選へのコツですが、1回の抽選で第5希望まで申し込みできますが、当選するのは1つだけ。つまりバラバラに申し込みをしても、全部同じパビリオンで申し込みをしても1つしか当たりません。また全て落選する可能性があります。それを踏まえると、申し込みパターンその1としては、5枠全て同じパビリオンで申し込みするという考え方があります。人気のパビリオンは外れる可能性があるので、5枠全てで申し込みする方が当選確率が上がるでしょう。ただし5枠全て申し込んで全て落ちてしまうというリスクを避けるために、4枠は本命、滑り止めで当選しやすそうなものを1枠申し込みするっていうのもいいかもしれません。希望時間をずらして申し込みましょう。午前中や昼ご飯後は多くの人が申し込みする可能性があり、当選確率が低くなると思われます。夕方か夜に申し込みをしておくと当選しやすいかもしれません。特に17時、18時頃に帰る人が一般的には多いと思われますので、6時以降の当選確率は上がるでしょう。会場の地図を把握しておきましょう。大阪・関西万博の会場は、地下鉄で行く東ゲートと、シャトルバスや駐車場からの送迎で到着する西ゲートの2カ所があります。この2カ所はかなり離れています。パビリオンは、中心にあるシグネチャーパビリオンと海外パビリオン。国内パビリオンはリングの西側と東側の南寄りにあります。つまりパビリオンがこちらとこちらだとかなりの距離を歩くことになります。この円が1周2キロあるので、この距離はかなり長いことがわかりますね。また、まっすぐスムーズにはいけないので、結構大回りして歩く距離が長くなるかもしれません。大阪・関西万博の会場は USJ の3倍の広さがあるようです。これは東京ディズニーランドとディズニーシーを合わせた面積よりも広いので、どれだけ広いか分かる方には分かると思います。当選連絡、落選連絡ですが、当選した場合は当選メールが届きますが、落選した場合はメールは届きません。マイページにログインするとメッセージボックスに当選、落選の結果が表示されています。おおよそ毎日12時台に結果が表示されることが多いと思われます。抽選が外れてしまった場合の対策としては、抽選不要のパビリオンもかなり多いので、そのパビリオンを回る計画を立てましょう。また、その国の料理が食べられるパビリオンもありますよ。おすすめの予約パターン、回りやすさ、当選確率などを考慮した予約パターンを紹介します。なお、外れてしまった場合は、逆にデメリットになるケースもあるので、実際にどのような選択をするかはご自身でご判断ください。落選した場合の苦情等は受付いたしかねます。
イベントショーを優先する予約方法ですが、このパターンの場合は、1回目の抽選ではショーを申し込み、2回目の抽選もショーを申し込み、そして先着で午前中のパビリオンを申し込みましょう。ただ、ショーは開催回数、体験可能人数が限られているので、人気の日程だと落選するリスクが高めです。私は初日にこけら落とし公演を申し込みましたが、落選してしまいました。パビリオンをなるべく多く回りたいという方は、抽選1回目は午前中が選べるパビリオンを2、3種類選びましょう。抽選の2回目は、昼頃の時間帯が選べるパビリオンを2、3種類選びましょう。先着では午前中のパビリオンを選びましょう。これにより、当日、体験した後すぐに次のパビリオンを予約して、多くのパビリオンの予約ができるかもしれません。イベントとパビリオン、どちらも楽しみたい方。この場合は、抽選1回目はショーを申し込みましょう。抽選2回目では、午前中が選べるパビリオンを2、3種類選びましょう。先着では、午前中のパビリオンを選びましょう。落選するリスクは避けたい。何でもいいからとにかく一つは当選して、待たずに行きたい。そういった方におすすめの申し込み方法です。抽選1回目は15時以降から夕方、夜を中心とした時間帯のパビリオンを申し込みましょう。抽選2回目は体験時間が短いパビリオンで1回目の時間に被らない範囲で夕方から夜を中心に申し込みましょう。多くの方の当選・落選報告を見ていると、体験時間が10分だったり15分のパビリオンは人気が少なそうです。先着では午前中のパビリオンを狙いましょう。ただし空いてなければ空いてる時間を取りましょう。私の場合は人気があって体験人数が少ないパビリオンを狙うときに夕方を中心とした応募で無事に当選しました。パビリオンの予約は締め切り日まででしたら何回でも変更することができます。ただし注意点がいくつかあります。家族や友人に代理登録してもらった場合は万博 ID 一つごとに取り消しボタンを押す必要があります。申し込みした人がキャンセルをしても、同行者はキャンセルされないので、同行者にキャンセルしてくれと連絡する必要があります。また、他にも注意点がありまして、予約のキャンセルをするときは、第1希望から第5希望まで全ての予約がキャンセルになります。一つだけ予約を変更したい場合でも、第1から第5希望まで全て登録のし直しが必要です。2番目は先ほどお話しした内容になります。3番目は、同行者のチケットをキャンセルした場合、申し込みする場合は、再度同行者を一緒に登録する予約操作が必要です。キャンセルは一人一人別々なのに、予約は一緒にしないといけません。ご注意ください。無事にパビリオンの予約ができたら、大阪・関西万博に行く前日までに準備しておきたいこととして、入場券のスクショ、もしくは印刷をしておきましょう。ちょっと最近サーバーが重たくなってきているのか、それともセキュリティが厳しくなっているのかわかりませんが、時々万博 ID でログインするときに、本人確認ができないと表示されるときがあります。万博のサイトのログインは、しばらくするとログアウトしてしまうので、大阪・関西万博の当日は何回もログインすることになると思います。また、スマホの顔認証で登録している場合、夜間や日が強く差している場合だと、うまくカメラで顔を撮ることができずに認証できないリスクがあります。そのリスクを避けるためには、QR のスクショ、もしくは印刷をしておきましょう。印刷は A4 の紙をコンパクトに折れるようなデザインになっていて、ちょっとチケットっぽくて嬉しいので、印刷するのもおすすめです。スマホの電池切れの心配もないので、印刷しておきましょう。遠方から行く方は、スーツを預ける場所をチェックしておきましょう。大阪・関西万博の会場では、スーツケースを預かる場所が基本的にありません。1万円払えば預かってもらうことも可能ですが、数も少ないので、1万円払っても預かってもらえない可能性があります。基本的にはシャトルバスに乗る前や地下鉄に乗る前に預けてほしいという万博協会からの呼びかけがあります。預ける場所を探しておきましょう。できればホテルで預かってもらえるのがおすすめです。大阪・関西万博を思いっきり楽しむためには、大阪・関西万博に来場する日を遅くとも2ヶ月と1日前までに決定しましょう。そして入場予約、パビリオンの予約をする必要があります。
3回まで日程変更ができるので、なるべく早く日程を決めておくのがポイントです。そして、パビリオンの希望を早めに整理して、優先順位をつけて挑戦しましょう。家族や友人と一緒に行く場合は、全員の希望を聞いて、3回分の申し込みプランを考えてから、1回目の抽選に挑んだ方がいいです。1回目、2回目、3回目と、辻褄が合わないような申し込みをしてしまうと、困ったことになるかもしれません。予約が複雑だと言われている大阪・関西万博。でも逆に言うと、うまく使いこなせれば、たくさんの体験ができるチャンスと考えられると思います。テーマパークメディア他の動画では、おすすめの国内パビリオン、海外パビリオンの紹介をしています。よければ他の動画もご覧ください。